今回の動画では11月中旬からの開催が予定されているイベント、機器契約ナンバー5作戦コード交付のイベント内容などを紹介していきます。機器契約ナンバー5作戦コード交付は機器契約ナンバー0以降のシステムを引き継いだものとなっており、基本的には常設ステージでは機器等級18と特定の契約を組み合わせた任務のクリアを、日替わりステージでは機器等級8と特定の契約をクリアすることを目標とし、ステージクリアにて得られた契約賞金を用いて様々な素材やアイテムを入手することが今回の機器契約の目的となります。まずは今回追加される常設ステージとローテーションが変更される日替わりステージを紹介。今回追加されるステージは常設ステージ1つのみとなっており、常設ステージに8号競技場が追加されることとなります。これに伴って日替わりステージの中継所が廃止となり、機器契約ナンバー5の日替わりステージは、武器庫東、風食の高原、廃工場、大鉄の峡谷、第6区跡、閉鎖監獄に加えて、前回の常設ステージだった無秩序な校区が追加されることとなります。それでは今回の常設ステージとなる8号競技場を紹介していきましょう。8号競技場は今回の機器契約のロゴや場所が多治見 A 市ということからもわかるように、マリアニアールの騎士競技場がモチーフのステージとなっており、敵ユニットも同じくマリアニアールで登場した騎士や拳銃が登場します。一方でマリアニアールではあった協賛ドローンやメジュココイルといったギミックはないので、基本的にはオペレーターの性能が頼りになるでしょう。今回のボスクラスとなる敵ユニットは騎士競技がモチーフということからもうわかるかと思います。マリアニアールでもボスを務めた腐敗騎士と朝礼騎士が今回のボスです。そして勘のいい方であれば気づいたのではないでしょうか。このステージは左と右でステージが分かれており、左側で出現した敵は下から上に、右側で出現した敵は上から下に進行する形となっています。そして腐敗騎士と朝礼騎士も同じ進行ルートとなっており、撃破する必要があるのが今回の機器契約の特徴となっていると言えるでしょう。なお、腐敗騎士と朝礼騎士はどちらか片方が倒されるともう片方が強化されるという能力を持ちますが、この能力は今回の機器契約でも健在となっているので、両者を同時に倒すように調整をするか、片方が出現する前にもう片方を大火力でさっさと殲滅しなければ、機器契約で強化されている上にさらに強化されることとなり、手がつけられなくなるので注意が必要です。なお、契約の中には片方の騎士の登場タイミングが早まるというものもあるので、高難易度を目指すのであれば、さらに展開はシビアとなっていくでしょう。ちなみに、今回到達できる最高等級は32となっていますが、大陸の方でのクリア等級は31となっており、高等級に関しては深くは追っていないので詳細はわかりませんが、32等級でのクリアはほぼ不可能と思われます。なお、31等級をクリアしたプレイヤーは、動画の備考欄によれば、機器契約ナンバー5は形としては機器契約ナンバー1の系譜であり、楽しかったとのこと。では、今回の機器契約においては、どのオペレーターが活躍するのか。18等級クリアを目標とするのであれば、スルト、シルバーアッシュ、ケルシー、ソーンズと、あとは星4でもいいので回復役や先鋒がいれば、ほぼ問題はありません。ここからさらに削るのであれば、スルトとケルシーがいればクリアは可能です。スルト短期でのクリア方法もありますが、先述したようにルートが2つ存在するため、手順が多くなり、操作がややこしくなってしまうので個人的には微妙なところ。いずれにせよ、今回はギミックらしきギミックがないということからも、ご利用しができる機器契約となっているので、18等級までであれば、前回の機器契約のような小手先を使うということはあまりありません。高等級に関しても力でねじ伏せることは一応可能といえば可能なようです。続いて、機器契約ナンバー5で入手することができる報酬を紹介。機器契約ナンバー5では報酬となるオペレーターは存在しない代わりに、アズリウスの専用コーデを入手することが可能です。
なお、アズリウスの専用コーデも、これまでの配布オペレーターやコーデと同じく、常設交換書に追加されるため、仮に今回の機器契約で入手することができなくても、次回以降の機器契約で入手することは可能です。なので、今回の機器契約でもこれまでと同じく、無理をしてまで入手する必要はありません。そしてさらに、過去のイベントで配布されたメランサの専用コーデ、ウェセックスレターも今回の機器契約から復刻されます。こちらもアズリウスの専用コーデと同じく、常設交換書への追加となるため、今回の機器契約で入手できなくても、今後入手機会が消滅するということはありません。また、今回から常設交換書には特殊星6の印も追加されるので、特殊オペレーターで潜在強化したいオペレーターがいるのであれば、交換することをお勧めします。そして、期間限定交換書で交換できる素材は上記の通り、有限交換素材はどれも交換先として優秀となっているのは前回と変わりなく、無限交換素材は脂肪金や異鉄、原岩が並ぶ形となっています。なお、大陸と同じイベント順であれば、年内にウォルモンドと密林が復刻する可能性があるので、無限交換素材で交換をするのであれば、五島激震の復刻待ちとなっている異鉄でいいでしょう。続いて、機器契約ナンバー5にて入手できる勲章を紹介。今回の機器契約でも、これまでの機器契約と同じく勲章システムが存在しており、今回も機器契約開始後1週間以内に、常設ステージの等級18をクリアすることで、勲章をメッキ加工することが可能となっています。それぞれの勲章の取得条件は上記の通り。なお、今回も例に漏れず、機器契約の勲章は復刻しないので、注意が必要です。以上が機器契約ナンバー5で獲得することができる勲章となります。続いて、今回の機器契約と同時に開催される可能性のあるスカウトを紹介。今回の機器契約の同時期には、これまでの機器契約と同じく、連合作戦が開催されるものと思われます。連合作戦は、星5以上のオペレーターは、特定のオペレーターしか輩出されないというもので、今回の連合作戦では、星6はソーンズ、ナイチンゲール、スズラン、ウィーディのみが、星5はニアール、アンドレアナ、サイレンス、フランカ、エリジウム、レオンハルトのみが輩出されます。内容としては特に目新しさはありませんが、このオペレーターの中で欲しいオペレーターがいるのであれば回してみるのもいいかもしれません。なお、今回もスタンダードスカウトと回した回数は連動しているので、スタンダードスカウトのカウントを増やしたくないという場合はご注意を。また、同時期には、ロドスキッチンシリーズの専用コーデも復刻される可能性があります。復刻されるコーデは、マゼラン、ビースチナ、ビーハンターの専用コーデとなっているので、これらのコーデの購入を逃していたという方は、今後いつ復刻するかもわからないので、このタイミングで購入しておくといいでしょう。今回も例に漏れず、物資調達と SOC 探索が、期間中は終日開放される可能性が高くなっています。ここ最近はというよりはもはや、この終日開放は、機器契約のイベントの一つとしてカウントされているっぽく、大陸でも機器契約の期間中以外は、終日開放イベントは実施されていません。なので、オペレーターの育成やアーツ学集めは、この期間中に重点的に行っておくことをお勧めします。以上が、機器契約ナンバー5、作戦コード交付の内容や、同時期に行われる可能性が高いスカウトなどの紹介、及び解説となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。